ブルーライト、やっていこな。この暗さはヤバホラーだね。行方不明の妹を探しに行く2029年のお話らしいで。未来的だ。それじゃあやっていこう。楽しんでいこうな。いつものだね。ヘッドフォンして静かなところで遊べってやつやな。てかこれ文字まで暗いのはおかしくないか。読めるからよしだよ。まあええわ。おう、ボイスあるんだ。神ゲーやん。一旦カットするが、この後のカットシーンで操作不能のドライブを2分見るから、そこに重ねて読むぞ。この話は2029年の夏のことだ。ある晩、母から連絡があった。ケイティが友達の家に泊まりに行ったまま2日間連絡が取れないとのこと。最初はとても心配した。なぜなら私たちが住んでいる地域は犯罪や宗教的な問題、そして超常現象で有名だったからだ。特に古い家の様は多くの人に愛されていました。私たちは長い間ここから引っ越したいと思っていたが、なかなか実行に移せてはいなかった。状況がよくわからない。だってケイティは友達の親族によって見守られているはずだから。その人たちに電話をかけたところ、ケイティとその友達は自分たちだけで近くの廃公園に散歩に行ったことが分かりました。母を落ち着かせながら、私は妹を見つけることを約束した。辺りを車で巡り、何か手がかりを見つけたり、地元の人に聞いて回るのだ。それで見つからなければ、警察に連絡するしかない。すぐに着替えて、車にガソリンを入れて出発した。っていう導入だったんだね。2日くらいなら連絡取れんこともあるけど、治安が良くないならそりゃ心配になるわな。何歳くらいの子なんだろうね。主人公が車の運転できる年齢やけど、年の離れた兄弟もいるもんやしわからんな。止まったけどここが目的地？手がかり探しのドライブやし、何か見つけたか？少し明るくなってることが気になったとかかも。明かりがあるなら拾いたいから向かってくれ。まだ操作不可だよ。向かうように主人公に念を送っておくか。向かってくれたね。こんな森に何の用があるんやろ。妹の足跡をたどってみてるんじゃない？公園に散歩に行ってからいなくなってるみたいだし。こんな森の中に公園あるか？公園はどこにでもあるものだよ。そんなことないと思いたいんやけど、こいつライト持ってないやろ。夜に捜索に出かけて持ってないわけないでしょ。せやな。車のハイビームは目つぶしって呼ばれるくらい明るいから、それ使うのもいいかもね。遠くまで照らせるかが問題やな。消しよったでこいつ。いつもの暗さだね。突っ込むのが間違ってるって思えるくらいには暗いの多いしな。よし、動ける。一応、車に何かアイテムがないかチェックしていけ。ほいさあ。車まで戻れないや。そうか。 WASD が移動でマウスがカメラ、シフトでダッシュって説明書にあったけど無理みたい。まあ進もうか。明るくしとくぞ。タイトル通りのブルーな光だね。神秘的やな。青い光にあんまりいいイメージないや。クリックでズームできるみたいだ。あんまり使わんけど、あると嬉しい機能やな。おお、チェックできる箇所が分かりやすいの素晴らしい。雨でもにじまないすごい紙とインクで書かれたメモやな。あ、こういうメモもボイスあるんだ。やんけ。ボイス再生ボタンを押すと、ボイスが終わるまでメモが閉じれないから人によっては罠だぞ。ちょっと草。ブロックハウスストリートには閉鎖された廃病院があります。だいぶ前に閉鎖されたものの、地元の人々はその建物に住む幽霊や奇妙な現象についての怖い話を今も語り続けています。建物の中は荒涼とした恐怖の雰囲気が漂っています。人々は奇妙な音を聞き、廊下を動く影を見ました。彼らは幽霊の噂を確かめるために、その存在の証拠を探し始めました。ある部屋で、かつてその病院で何年も働いていた医師の古い日記を見つけました。その日記には、医師が患者に対して行った恐ろしい実験について書かれていました。彼は全ての病気を治す薬を作ろうと試みましたが、実験の結果、多くの患者が命を落としたのです。日記を見つけた彼らは自分たちが見つけた事実に驚きました。彼らは、見た幽霊や影が亡くなった患者の魂であることに気づいたのです。彼らは急いで病院を後にし、自分たちが知ったことを皆に話しました。それ以来、この廃病院は神秘や超常現象を愛する人々にとっての聖地となっています。人々は恐怖と謎に包まれたその雰囲気を感じるために、ここを訪れるようになったのです。ボイス再生中にメモ閉じて歩き出せた方がええやろこれ。ただ歩くだけならダッシュで駆け抜けさせてほしい。病院に行くのか公園に行くのかよくわからなくなってきたな。こっちだよの矢印があるから従おう。ここやでのライトアップもされとるやん。お、またメモか。ゼッチーボイス再生ボタンは押すな。
ないから押せないよ。ないこともあるんか。今日を生きられないかもしれない理由は100個ある。そして明日を生きられないかもしれない理由はさらに100個ある。でも、一緒に過ごせる1秒1秒のために戦っています。たった2分でも、2日でも、それはかけがえのないものだから。どういう意味やろ。ポエってるんじゃないかな。めっちゃ神秘的なギターがあるのにたどり着けなかったよ。ラブソングの歌詞やった説もあるな。さっきまでの道をまっすぐ行くしかないかな。何の場所やったんやろな。お、やったぜ。街で手ぶらで歩いてたんやな。未来の人間だし雨も暗さも問題ないんだよ多分。そういや世界設定が未来なんやったな。まあ数年だけどね。何の建物やろ。病院の話出てたしそれかな。古風な家屋で有名な地域って最初に言ってたし、ただの家かもしれんぞ。広めのお屋敷探索はホラーの定番だね。お手の物や。入ったって話じゃなくて入るまでも歩かされるのか。いや走れるなら文句はない。なんで今まで走れなかったのかコミュニティで聞いたら答えてくれますか？アーリーじゃないからやめとけ。ロード長すぎなんやけどマジで。おう、足音が聞こえるし家の中に入れたな。開けたのか閉めたのか。今閉めた感じやな。これまだ安定してるだけで、この暗さでやれって意味じゃないよな。何もしてないのに壊れたで。アーリーじゃないなら報告はしないよ。チャプター機能があったからやり直しに問題はないな。さっき音だけ聞こえてたけどこういうことだったんだね。この家の中を探索すればええんやな。ここが一番最初に言ってた妹が泊まってた友達の家だったりする。探索してみないとわからんな。このカットシーンが終わったらダッシュで情報を集めるよ。何かあるの？マジレスすると何も見えんぞ。そっち行けってこと？明かりがなきゃ無理やろそんなん。正面で驚かせてこなかったってことは振り返ったらやらかしてくるでしょこれ。やっとホラーらしくなってきたな。ベストスケアタイミングだと思ったけど違ったか？警戒はしておけ。じゃあ左は恐ろしく暗いから右から攻めよう。はい神のアイテム。もううちに怖いものはないで。サクサク探索進めよう。キッチンやな。右手装備用のナイフが欲しいところだね。あ、そういえば調べられるオブジェクトにはマークが出るんだった。見逃さなくて済むのと時短になってええな。調べられるマーク出るときと出ないときの違いは何なんだろう。調べられるマーク出なくても白い点が少し大きくなるからええやん。再メタンは開けないんか？開けないよ。まあもし開けてもしゃがめないし。美味しそうなパスタ。虫がたかってないし腐ってなさそうやな。ホラーにしては珍しい。最近作ったものなのかもね。やっぱりここ妹の友人の家か？丸ごとのスイカの置き場はこれで正しいか？丸ごとのスイカって買っても冷やすの難しそうだ。特に何もなさそう。今度近くの壁に絵を飾るセンスは嫌いじゃなかったで。油跳ねそう。お、鍵探せってさ。スタンダードやな。カットシーンで誘導してくれてた反対側に行くべきか悩むところだ。行けるうちはこっち進むのがスムーズな進行や。バストイレっぽい。ここまで広いなら風呂とトイレ分けてもええやろ。いつも通り鏡に映るか確かめようね。別にいつもはやってないやろ。あ、鍵ゲット。これでさっきの部屋開けるな。無理。じゃあどこのなんや。お風呂場の奥には上へ行く階段と何もないけど開く引き出しがあっただけだったから玄関まで戻りました。カットシーンで警戒されてた方行くんやな。明るく照らせるからね。先に2階に行くのはあかんかったんか？ 1階を全部見てからがいいかなーって。引き出しに何かあることがないよ。アイテムがないにしろ空っぽなのは違和感や。触れないにしても雑貨を入れてある方がいいよね。地下行っちゃったけど2階スルーしちゃってるのが気がかり。明かりあってこの暗さはダメだと思うで。地下は暗いものだよ。まあええならええわ。爆音注意だ。りょ？何かがハイハイしてたのは見えた。
結構長い迷路だな。長い道なだけで迷路でもないやろ。お、レコーダーかな。ダメだよ。わかる。自分のことをそんな風に言っちゃダメなの。覚えておいて。人生でできないなんて自分に言っちゃダメなの。できないって自分に言い聞かせてたらもちろんできない。私はできるって言わなきゃだよ。私はできる。ただもっと頑張らないとだ。自分ができないことを正確に把握してどうするかを学んでいかなきゃ。これロシア語の部分と英語の部分で2人が会話してるってことじゃないの？はい、声を聞いた限りじゃわからん。鍵ゲット。1階のあの部屋がついに開くんかな。これも触れたけど何なんだろう。発電機か？家全体の明かりがつくとかなら神やぞ。何かいる？さっきハイハイで爆音鳴らしてったやつか？そうですか。チェイスしろってことやな。じゃあダッシュで逃げるよ。モンハンみたいな BGM だ。悪くはないな。地下で振り切って上に戻ってきたよ。障害物が増えてるでも転ぶでもなかったからただ来た道を戻るだけやったな。1階の鍵部屋へゴー。リビング？ベッドあるし寝室か？ピアノは鳴らす？楽器を鳴らしたら実績くれるのは両芸の証だね。猫に見えるけど犬の写真。どっちでもええ。ギターも鳴る。最初の方にライトアップされてたギターを思い出したわ。クローゼットは開かないし、ベッドにも何もないか。あと調べてないのは2階くらいやな。地下でハイハイしていったやつが進んだ先も見てはいないよ。地下は暗すぎて何かあっても見えないから行く必要ないわ。それじゃ2階へ。ダッシュ使え。この主人公は大事な場面でしかダッシュ機能が有効にならないから無理だよ。廊下の端を有効活用できてるいい家だね。鍵使ったっぽい音したな。バスルームで見つけたやつかな。ピクニックっぽいバッグ。そうか。スカスカの棚。置きたいものがないのに作った棚にありがちや。錬金釜ある？スピリチュアルアイテムを置くための棚なんかな。そりゃスカスカなわけだね。めったに手に入らないしな。いい雰囲気だ。どことなく山小屋感ある。わからん。コーヒーの香りがしそう。わからん。外は雨で濡れちゃってただろうし、これで乾かせるね。暖炉の火がつきっぱなしなのが気になるわ。自分が誰なのかもどこにいるのかもわからない。この場所にいるうちについに気が狂ってしまった。夜になると、わけのわからない何かに駆り立てられ、自分を制御できなくなる。そしてほぼ毎日地下から恐ろしい方向が聞こえてきて眠れない。長い間ここに閉じ込められているように感じてよく頭痛がする。しかし夜が訪れると体調が変わる。誰かに私の声が届くかどうかわからない。この先何がどうなるかもわからない。ただ一つ言いたいことがある。私の娘に、父さんは必ず戻ると伝えてほしい。脱出成功？誰が書いたメモやったんやろな。このテキストはこの後のドライブとウォーキングタイムに重ねて読むね。皆さんこんばんは。6月14日のニュースです。ブレスト地区の住民はブロックハウスストリートにある廃病院から非常に奇妙な音が聞こえると苦情を訴えています。約10歳から13歳くらいの少女たちの悲鳴が聞こえたそうです。警察はほぼすぐに現場に到着しましたが、何も見つからず、一部の職員も行方不明になっており、現在も捜索が続いています。警戒を怠らず、続報をお待ちください。少女たちって言っとるし、妹たちか。悲鳴が聞こえるってことは生きてるってことだね。生きてれば問題ないみたいな言い方はよせ。今すぐ現場に急行すれば助けられるってことだよね。まあせやな。というか一応だけど行方が知れたんだし目的は達成なのでは。少女たちが妹だってのは確定ではないからな。ふむ、やっぱり行くしかないか。行くべき道がわからないから進んでるけど合ってるのかな。あと1分30秒まっすぐだぞ。カットで頼むわ。お、現場かな。警察の邪魔になるやろこれ。こっちとしては警察が邪魔だよ。常識を持て。スモークガラス。スピリチュアル攻撃を遮断できるって最近騒がれてたぞ。中にもパトカーあるね。鍵がかかっている。別の道を探そう。最初の森とやってることは似てるな。じゃあ元の道に戻ってまっすぐ進む。ここに恋の明かりあるやん。走れないからカットするけど向かう。
入り口ないんだけど。どうやって入るんやこれ。外壁登るか？てか別の道を探せって言われて、ここに入るのは正解なんかな。他に行けそうなところないしな。あ、土下座マーク。そっから進めるんか。クリックでいいっぽいや。泥棒が入れる余地がある隙間があったんだね。このタイミングで警察に見つかったら面倒なことになりそうや。お、セーブされた。せっかくのカットシーンも暗すぎて見えないからもったいないな。ちょっとゆっくりめだなとは思うよ。登ればいいの？登るならはよ登れ。私の意思じゃないんだよな。というペースでてっぺんまで登るんだぞ。カットしてくれ。これでいいか？てっぺんまで飛ばしてくれ。実際のペースで雰囲気を楽しみたい人はぜひ買って遊んでみてくださいね。ここに何かあるんか？頑張ってチェック箇所を探すよ。ここスロープになってる？わからんけど行ってみ。進んだ？よくわからんけどよかったやん。数日前。突然の過去回想？行方不明になった時の出来事がわかるとかか？あ、明るいから昼間だね。昼に見たら不気味でもなんでもない家やな。歩けるけど進めばいいのかな？家に入れないならその道を行くしかないな。こういう雰囲気のウォークホラーは好きだよ。見えるなら何でも好きやで。よくわからないけどクマの人形を6個集めればいいみたい。コレクトホラー要素か。不気味な演出とかは一切なかったで。はい、完了。これは何やったんや。辺りを暗くするための仕掛け？うちに一番効く攻撃やめろ。もしかして何か追いかけてきてる？振り返るなよ。了解。いや振り返るなは振り返れって意味やろ。了解。いやいないんかい。前向きに進もうね。進んだよ。何されてたんやろな。森でクマの人形を集めてたら夜になっちゃって帰り道わからなくなって進んだ先がこことか？イヤライト持ってるからこれは主人公か？高いところから降りた先がここだったんやないか。そうかも。ほんま引き出しにはなんもないな。何かの施設って感じだね。ここが言われてた廃病院なんやないかな。何でも治す実験してたとこか。被験者の魂に襲われないようにせんとな。武器が欲しくなるね。明るくされてるしあそこに行けってことかな。ただただまっすぐな森よりは迷路の方が楽しいわな。お、久々のメモ。クソ、ビル。どこにいるんだ？俺はここにいるべきじゃない。鍵を置いて俺は出ていく。発電気室の鍵は忘れずにかけてくれ。今日、またカスどもを追い払った。奴らは奇妙だった。ほぼ全身が白くて一言も話さなかった。気味が悪い。昨日、ジョンは発電機の設置とメイン配線の設定に苦労していた。今のところ、エレベーターとゲートだけが動いている。ここ数日、俺たちは変な音を聞きながら、ひどい空気を吸っている。それと、入り口に置いてある黒い袋は何なのか知らないけど、急いでゴミに出してくれ。通行の邪魔だ。もうすべてにうんざりだ。来月には辞めるつもりだ。悪い生活を続けては幸せな結末を望めないからな。2022年4月16日。思ったより最近やん。作中は2029年設定だけど現実に近しい年代がゲーム中に出るとワクワクしていいよね。現実であったかもしれない感があってワクワクするわ。探索は開かない扉が一つと中に何もない金庫を2つ調べて道なりに進み続けてるところだよ。これだけ資料がたくさんあって実験の詳細がわかるようなもんないんか。廃墟好きが重要なものは持って帰ってるでしょ多分。勝手に持って帰っちゃあかんやろ。勝手に入ってる時点でダメだろうから逆にセーフだよ。順でアウトやろ。広そうな部屋だ。絶地アイテムあるな。ないが？なんか入れとけや。お、判定発見。病院のドアの一つを開けるのに役立つだろう。金庫に入れとけ。金庫にバールは入れないでしょ。金庫にアイテム入れんでその辺の棚に置くのはそこそこ罠やろ。足元じゃなくて目線の高さにあったから親切心だと思うよ。じゃあ壊すよ。
引っ掛けて使うものだったんだ。ガラス部分を割って向こう側に手を突っ込んで開けるんだと思ってた。怪我するやろ。いや、あかんのかい。ちょっと草。強靭な肉体。よく考えたら初めからこうしろと思ってしまった。暴力は最終手段なのは理性が働いてていいね。方向的に最初の部屋で見た光ってる機械に迎えてるね。ほん、わからん。またムービーか。お、目的地に到着だね。今のムービーいるか？いるかいらないかならいるよ。そうか。これでどこか開いたのかな。エレベーターとゲートがうんぬんって聞いたな。探すか。お、戻りもやるんだ。本当に今の必要か？ロード時間でしょきっと。そうか。見えないからうるさいだけなんよ。白いブラした高身長の人に見えたけど合ってる？わからんけどスケアのタイミングとしては良かったで。最初の部屋を出て左へ行くとナンバーロックが必要な扉があって、20分ほどさまよって見つけることに成功したよ。明るくするかチェックできるマークつけてくれんと広すぎてきついで。で、進む。これが言われてたエレベーターやな。降りるのか上がるのか。上がるんか。いや、下るんか。まだまだ探検だ。やることを知りたいからメモを探そな。上の階よりは荒れてない？お、金庫だ。どうせ何もないやろ。正解です。出口があったよ。何も起こってないし何にも解決してないけど出て行ってええんかな。スケアしてくる化け物が上の階にいただけで妹の手がかりはないね。やっぱさすがに鍵は必要よな。結構機械が残ってるけどさ、こういうのって別の病院で再利用したりはしないものなのかな。保証の更新がめんどくなりそうや。今の金庫には何かあったか？数字があったからナンバーロックの扉でも探そうね。1階と同じくらい広いから頑張ろうな。はい、余裕。迷うような道順になってないから本当に余裕やったな。雰囲気を楽しみながら歩けたよ。それはもう上の階で堪能したやろ。多分鍵も取れた。出口行こな。厳重な出口だね。一発で外とはいかんか。戦いかチェイスやな。あれが出入り口に置かれると邪魔だっていう黒い袋。やったな、ピストルあるやん。思ったより広いし勝てそう。銃社会で生きてるやつはさすがやな。いきなり撃てって言われても撃てないか当たらないもんね。それじゃ出ていこうか。倒せたか確認しないんかな。倒すのが目的じゃないだろうしね。また豪雨の森だ。あれ、車これだっけ？そもそも今操作してるのは主人公なんか？まだ回想シーンにとらわれてた可能性もあるよ。まあ進めば大体のことはわかるか。ホラゲーはクリア時に一気に理解できること多いしね。そうか。そうだよ。お、何の施設だろ。変わった別荘やな。歩いて登るよ。雨の階段は滑るから歩くのは正常やな。何の時間やろ。化け物に出会って動機が収まらないからゆっくりする時間じゃないかな。結構長い時間遊んでるしお茶でも飲んどくわ。この流れで終わるホラゲー何本も経験してきたから不安や。敵倒したから終わり。でもいい区切りだとは思うよ。妹が見つけたれ。
主人公だね。今までのは誰やったんや？皆さんこんばんは。ここ数分の速報です。ブロックハウスストリートに関するニュースに加え、建物の捜索中に一般市民の遺体だけでなく、警察官の遺体も発見されたことをお伝えします。正確な数は現在調査中です。また、特殊部隊は約 2.3 メートルから 2.5 メートルの未知の生物の死体を発見しました。未知の生物はあのピストルで撃ったやつかな。また本日、元エリエンテ広場の近くで2人の少女が死亡しているのが発見されました。妹か？彼女たちの身元は次の通りです。アリス・スミスとケイティ・ウィリアムズ。ケイティ。特殊部隊は悲劇の現場で活動を続けており、状況は依然として調査中です。今後数日間、当局は自宅に留まることを強く推奨しています。自分自身と愛する人を大切にしてください。それでは、おやすみなさい。妹見つかってよかったね。死んでんねんぞ。でも見つかったから目的は果たせたじゃん。それでいいならそれでいいわ。お母さんの精神がちょっと心配になるオチだね。割とお前もカウンセリング受けてきた方がええぞ。はてガチでこんなバッドエンドで終わりなんか。やっぱり文字まで暗いのおかしくない？またそんなどうでもいいとこ気になるんか。全体的にゆったりめな続々系でなかなか良かったよ。走れるところと走れないところがあるのは少しだけ遊びにくいなとは思ったけど、難しすぎる場所はなかったし、話は半分くらいしか理解できてないけど楽しめたよ。明るさも暗いとは言ったけど、オブジェクトを見失うほどじゃなかったから OK や。値段も定価474円で手頃やからおすすめやな。明るさの苦情には対処したって10月2日のアップデートに書かれてたぞ。どんどん良くなっていく両芸だね。なんでや。心霊スポットの一番の解決方法は燃やして場所自体をなくすってやつ？誰が燃やしたんやろ。出てきた中だと主人公かな？そうなんかな。お、エンドロールだから終わりだね。さっきもエンドロールしてなかったか？してないよ。まあ話すことはもう話しちゃったから、今回はここまで。次も何か良さそうな明るいのやろうね。良さそうなのあったら持ってきたるわ。PV で明るくても本編くらいのは許してくれな。それじゃあまた次のゲームで。またな。